わしじゃ、君度を魅力じゃ。今回は以前のブラディウスに続き、ポリメガのパッチ機能を使ってみたシリーズじゃ。プレイするゲームはファミコン版のサラマンダじゃ。ブラディウスの翌年にリリースされた続編だが、ゲームシステムや雰囲気の違いからサラマンダシリーズという別のシリーズとして分類されることもあるようじゃ。システム面ではパワーカプセルによる選択式パワーアップではないことや、横スクロールだけでなく縦スクロールとの交互のステージ構成になっていることがブラディウスとの大きな違いじゃな。ファミコン版は特殊チップ VRC3 を搭載することで前作ブラディウスより移植度が向上し、オプションの数も3つまでと増え、レーザーも長く表示され、さらにオリジナル同様の2人同時プレイまで再現した良作じゃ。ただし、ブラディウスと同じパワーアップカプセルによるパワーアップ方式になったり、ステージ構成がかなり変更され、オリジナルとは違うステージも追加されている。サラマンダ自体の移植というより、サラマンダの海外仕様であるライフフォースとサラマンダのちょうど中間のような移植度となっているのが特徴じゃ。今回はこのファミコン版サラマンダの移植度向上版のパッチを使用してプレイしていくのじゃ。まず肝心のパッチじゃが、滅殺さんのプロジェクトサラマンダ EC デルタよりパッチデータをいただいたのじゃ。現在はバージョン 0.9 までリリースされており、バージョンアップのたびに進化を続けているという力作じゃ。今回最新のバージョン 0.92 をいただけたので、こちらを使用させていただくのじゃよ。滅殺さん、ありがとうございますなのじゃ。パッチデータをサイトからダウンロードしたら、ポリメガ本体のメディアに保存する。その後は、ゲームをプレイする際に、メニューの一番下にあるパッチを選択を選び、適用したいパッチを選ぶだけじゃ。それでは、早速起動してみるのじゃ。比較しやすくするために、左上に通常のファミコン版の画面を表示している。まず最初にオリジナルのアーケードと同じく、起動チェックからスタートするのがなけるな。タイトル画面はコナミロゴの位置がオリジナルに近くなっている以外は大きな違いはないが、やはり目につくのは追加されたオプションじゃな。難易度選択だけでなく、残機数やコンティニュー回数も変更が可能になっている。ショットボタンとパワーアップボタンの変更もできるのじゃ。そして個人的に嬉しいのはサウンドテストじゃな。各ステージの曲を思う存分聴けるのは非常に素晴らしいことなのじゃよ。また、サウンドモードの変更もできるようになっている。リバースは、ステージ2とステージ5の BGM を入れ替えることができる。これは、サラマンダの海外版である、ライフフォースのステージ2の BGM、サンダーボルトが、ファミコン版サラマンダでステージ5の BGM として使われていることが由来じゃな。もう一つの、ライフフォースはその名の通りライフフォースのステージ5の BGM だったコンバットをステージ5の BGM として使用できるモードじゃ。実はこのコンバットはファミコン版サラマンダのサンプルに未使用曲としてデータがあったらしいので、ファンにとってはツボを押さえた嬉しい機能追加じゃな。あと
一番下の言語選択は USA と JPN を切り替えることができる。USA にするとタイトル画面がライフフォースと海外版のタイトルになるのじゃ。ゲームの中身自体は全く変わらないのじゃが、なかなか粋な機能だとわしは思うのじゃ。それではプレイしていくのじゃよ。まずはステージ1じゃ。いきなり背景が違うのじゃが、デルタではライフフォースの背景になっている。パワーアップカプセルもファミコン版はブラディースとほぼ同じデザインじゃが、デルタはライフフォースのデザインになっているのが細かいな。そしてすでに気づいている人も多いと思うが、背景が二重スクロールになっているのもすごいのじゃ。増殖する細胞の床もファミコン版より境目がさらに自然になっているな。デルタのバージョン 0.9 と比べても確実に進化しているのじゃよ。オリジナルのサラマンダの特徴としてスクロールスピードがブラディースより速いというのがあるが、ファミコン版はブラディースと同じくらいのスピードだったのじゃ。このデルタはよりサラマンダに近いスクロールスピードになっているのがわかるな。スピード感が増してこれぞサラマンダという感じがするな。この細胞の塊もファミコン版より柔らかくなっているのじゃ。ファミコン版はちょっと硬すぎるのじゃよ。ファミコン版はステージ構成が長めになっていることもあり、時々一時停止して調整させていただくので、あしからずなのじゃ。いつものことじゃが、スーパープレイでも攻略プレイでもないので、普通に最後までゆるくプレイするだけじゃ。ご承知おきの上でお付き合いいただければ頂上じゃよ。ステージ1のボス、ゴーレムはもともとファミコン版の出来もいいのであまり変わらない。ただファミコン版ではボス戦でパワーアップゲージやスコアが非表示になってしまったのに、デルタではしっかり表現できているのが素晴らしいな。続いてステージ2じゃが、ここが大きく変更されている。オリジナルでは隕石空間だったのが、フ
ファミコン版ではもともとオリジナルのステージ4に相当する火山ステージに変更されていた。それがファミコン版独自のステージであるサイボー2ステージに変更されている。これはファミコン版のステージ4にあたる。つまりファミコン版からステージ2と4が入れ替わっているのじゃ。しかもステージ構成も最初に高速スクロールの場面があるなど構成自体も変えられている。最初に高速スクロールを入れたのは敵の体内に侵入するというイメージなんじゃないかとわしは思うのじゃよ。本作は1987年9月25日にコナミより発売されたファミリーコンピュータ用タイトルじゃ。ジャンルは縦・横スクロール混合形式のシューティングじゃ。アーケード版のリリースが1986年7月4日なので約1年後の移植となる。ストーリーはアジ空星団バクテリアンのサラマンダ軍の侵略は美しい水の惑星ラピスに迫っていた。惑星ラピスの王子ロード・ブリティッシュは自ら戦闘機に乗り込み満身創痍で脱出し、かつてバクテリアンを退けた惑星グラディースに救援を求めた。報告を受けて惑星ラピスを救うため超時空戦闘機ビッグバイパーが飛び立ったという感じで、確かにグラディースと同じ世界観ではあるようじゃな。このステージはステージが丸ごと巨大な敵の体内を通過していくという感じでサラマンダの世界観にも合っていて、オリジナルステージとしてよくできていると思うんじゃよね。そしてファミコンオリジナルのステージ2のボスビーガの登場じゃが、全く別のグラフィックになっている。ライフフォースのステージ後、ここは縦ではなく横スクロールのステージじゃが、のボスの版に近いデザインじゃな。攻撃自体はビーガと同じなので、グラフィックをわざわざ書き起こしたのはすごいのじゃよ。次はステージ3のプロミネンスステージじゃ。もともとファミコン版の時点でかなり完成度の高いステージなので、炎の色合いが少し変わっていたり、スクロールスピードが速くなっている以外はあまり大きな変化はないのじゃ。ただファミコン版で出てきた倒すと火の玉になって飛んでくる火の鳥みたいな敵はいなくなっているな。この辺はオリジナルにより忠実にしていると思われるのじゃ。
ドラゴンみたいな敵が途中では出てこなくなり、最後にスクロールが止まって登場するのみになっている。これはファミコンでは再現できなかったオリジナルのこのステージのボスであるイントルーダーにより近づけようとしているんだと思うんじゃよ。ステージ4は火山ステージじゃ。先ほど言った通り、デルタはファミコン版とはステージ2と4が入れ替わっているので、ファミコン版ではステージ2だったステージじゃ。実はオリジナルのサラマンダでは火山ステージはステージ4だったので、そういう意味ではよりオリジナルに近い変更と言える。岩肌の色もオリジナルに近い濃いめの色に変更されているな。ファミコン版ではカットされてしまったこの真ん中の破壊できる火山島もしっかり再現されている。全体的なステージ構成も大きくアレンジされたファミコン版からオリジナルに近づけるように変更されているのじゃよ。操作方法はグラディウスと同じくショットボタンとパワーアップボタンの2つ。ショットボタンでミサイルと通常ショットが発射される。アーケード版ではショットボタンとミサイルボタンが分かれていたのが、ファミコン版はボタンが2つしかないので1つになったのもグラディウスと同じじゃな。オリジナルのサラマンダのパワーアップシステムは、アイテムを取るとそのアイテムの装備になるというオーソドックスなシステムだったが、海外仕様のライフフォースではグラディウスと同じパワーカプセル取得による選択式に変わっており、ファミコン版もライフフォースと同じ仕様になっている。厳密に言うと同じではなく、ファミコン版はまた独特のアレンジ仕様なのじゃが、このあたりがファミコン版はサラマンダではなくライフフォースの移植だと言われるゆえんじゃな。ただステージ構成自体はサラマンダに近いのが判断の難しいところじゃ。
テージの最後はサラマンダもライフフォースもこの要塞バリス戦で終わるのじゃが、ファミコン版は巡洋艦テトランがさらに待ち構えている。要塞バリスの色もオリジナルの緑っぽい色になっているのじゃ。テトランはもともとはサラマンダやライフフォースのステージ2の隕石空間ステージのボスだったのじゃが、ファミコンへの移植にあたり隕石空間のステージが丸ごとカットされたので、火山ステージのボスに変更されたという感じじゃな。動きなどは同じだが、テトランのグラフィックもより細かく描き直されているんじゃよ。次もファミコンだけのオリジナルステージであるステージ5じゃ。前半はグラディウスのステージ1のような地上ステージ、後半はピラミッドのような古代遺跡内に侵入というテクニカルな構成になっている。もともとがファミコンオリジナルということもあり、あまりグラフィックに変更はないな。スクロールスピードが上がっている以外は、前半の地上ステージが若干コンパクトな構成になっているようじゃ。サラマンダのゲームデザイン自体はグラディウスに続き町口博康氏が手掛けている。コナミで後に多くのタイトルを手掛けているが、やはりグラディウスの生みの親として有名じゃ。ファミコン版の移植を手掛けたのは梅崎重治氏。その後も頑張れゴエモンシリーズなどファミコンやスーパーファミコンの名作のプログラムを担当し、コナミの社長にまでなっている。音楽はグラディウスと同じく東野美樹氏が作曲を担当し、ファミコンへの移植にあたってはあのドラキュラシリーズの名曲ヴァンパイアキラーを作曲した寺島聡恵氏や、名作月風魔伝の作曲を担当した前澤秀則氏など、ファミコンの音源を性能以上に使いこなせるスタッフが手掛けているのじゃ。特殊チップを使っているとはいえ、本作の音楽がオリジナルの雰囲気を十分に再現しているのも納得の布陣じゃな。この遺跡のところでよく壁にぶつかってやられてしまうんじゃよな。
ちなみに最近のファミコンのエミュレータはファミコンのスプライト制限を無効にする機能があって、これをオンにするとちらつきがなくなるのじゃが、ポリメガにはそういう機能はないのじゃ。ただ個人的にはいくらエミといえど、それをやってしまうとファミコンではない気がするので、ちらつきがあっても良いと思うのじゃよ。ステージ5のボスであるツタンカームはデルタの方がより鮮やかな色合いになっている感じじゃな。いよいよ最終ステージのステージ6じゃ。このステージはなんといっても背景がより豪華にオリジナルに近くなっているのがわかるな。ファミコン版では寂しい感じだった年の夜景がデルタでは明滅も含めてかなり賑やかに変更されているのじゃ。ここはオリジナルではビッグコアが中ボスとして登場した場面でデルタ版で追加されている。残念ながらビッグコアは出てこないのじゃが、今後のバージョンアップに期待したいな。基地内のグラフィックもよりオリジナルに近い雰囲気に描き直されている。さすがに床が剥がれる演出はないようじゃ。しかしファミコン版ではできなかった床の穴が見える二重スクロールを再現しているのがすごいな。同じファミコンとは思えないくらいの表現じゃ。モアイが出現するエリアもファミコン版と違って固定モアイは出現せずに、オリジナルに忠実にジャンピングモアイのみが出現するように変更されている。冒頭でも言った通り、もともとファミコン版はサラマンダとライフフォースの中間とい賛否両論を明色ではあった。ただそれもアーケードとファミコンの性能差など限られた条件の中でユーザーがより楽しめるようにとい工夫と努力の結果だと思うのじゃ。グラディースもそうじゃが、全体的にステージ構成が長めになっているのも家庭用として長時間遊べるようにといった配慮だと思う。
オリジナル要素も入れつつ、ファミコン独自のサラマンダとして絶妙なバランスで再構成したことは素晴らしいのじゃ。改めて当時のコナミの開発者の方々に敬意を表するのじゃよ。そしてラスボスのビッグアイ登場じゃ。背景のグラフィックがよりオリジナルに近くなっているのじゃが、そのせいでファミコン版独自の要素であるサラマンダがちょっと壁にめり込んでしまっているのじゃ。いよいよ最後の脱出、高速スクロールじゃ。ここもシャッターのグラフィックがオリジナルに近い感じになっているな。というわけでエンディングじゃ。グラディウスと違い、独自要素の多い本作をどのようにパワーアップさせるかというのは非常に難しく悩ましかったはず。結果として中間作としての本作の特徴はそのままに、サラマンダとライフフォースの要素をそれぞれよりオリジナルに近づけるというコンセプトだと感じたな。コナミの開発者の思いを受け継ぐような情熱と信念が伝わってくるような気がするんじゃよ。ファミコン版サラマンダの進化系であるデルタを制作された滅殺さんに改めて感謝を申し上げるのじゃ。このシリーズは好評なようなので、気が向いたらまたやるかもしれないのじゃ。では、次回もよろしくな。